昨日宿泊したホテルは朝食付きでした。今日も快晴のもと、いつものように出発します。今日はこんなルートで330キロほどを走ります。それにしても今年のツーリングは去年と違って毎日快晴です。去年のノルウェーは全日程で雨だったので、今年は本当にラッキーです。展望所があるので立ち寄ってみましょう。ベイシェル湖の展望台にやってきました。今日はまずはじめに向こう側に見えるベイシェル湖をぐるりと回るようにして走っていきます。もう少し走って湖の岸辺にもっと近づいてみましょう。こちらでまた撮影タイムにします。ベイシェル湖は面積約650平方キロメートル、最大水深は約10メートル前後で比較的浅い湖です。アナトリア高原の西側に広がる自然豊かな湖です。それでは先に進みましょう。右側に見えるのは先ほど立ち寄ったベイシェル湖なんですが、天気も良いのでとても綺麗に映っています。対向車がないので快適に走れるものの、逆にこんなところでバイクの故障とかガス欠とかになったら大変なことになりそうですなどと思っていたら、 Google がまたすごい道を案内してくれました。この道で本当に目的地に着くのかちょっと心配になります。道も狭いので気をつけて走っていきます。エーイルディルという町に入りました。右に見えているのがエーイルディル湖です。トルコは中心部とそうでないところで風景が随分と変わるのも面白いところです。左側は今回通過しますがエーイルディル城です。前方に警察官の姿が見えてきました。またパスポートとライセンスチェックでしょうか。前回同様パスポートと日本の国際免許証を提示しました。今回は前回よりも早くチェックが終わりました。お、やっぱり今日はバイクだけが捕まっています。やはり日によって停車してチェックする対象を変えているのかもしれません。さて今日はこれからパムッカレという世界遺産の都市に向かいます。今回は休暇日数の関係でじっくりと回るというよりも、いろいろなところを急いで回るような形になってしまいました。本当は2週間くらい休みを取ってゆっくりと観光地を回りたいところですが、こればかりは仕方がないですね。ただこれから向かうパムッカレは古代の遺跡や綺麗な景観も楽しめるエリアです。そんな古代の遺跡群もぜひ楽しんでいただけたら嬉しいです。この周辺は比較的なだらかな景色が続きます。これだけ見るとトルコって山脈が少ない平坦な国土なのかって思ってしまうんですが、実際には違うようです。実際のところトルコは国土の約 75% が山岳や丘陵地帯になっていて、日本よりも平均標高が高いそうです。今回走っていませんが、東部アナトリア地方はもっと山岳的なエリアです。とりわけノアの箱舟伝説で有名なトルコ最高峰のアラダト山は富士山よりも高く、
アルプス級の迫力があります。トルコも国土が広く、これだけに景色なども多彩です。トルコの交通取り締まりで気がついたことなんですが、私が感じた限り最も多かったのが EDS という交通違反自動取り締まりシステムで至る所に設置されていました。次に多かったのが進行方向と逆向きに停車しているパトカーで速度監視しているものです。これで捕まっている人もよく見かけました。で、この先で交通警察が待ち構えている感じです。前方見えてきました。私はかなりスピードを落としていたので捕まる心配はないのですが、おそらく本日2回目のパスポートとライセンスチェックのようです。パスポートとライセンスチェック、随分と慣れてきました。さて、無事に解放されたので引き続き先に進んでいきましょう。ここでこれから向かうパムッカレについて簡単にご紹介します。パムッカレは綿の城という意味で、分解するとトルコ語で綿を意味するパムックと城を意味するカレになります。白い石灰棚がだんだんに広がり、まるで雪の丘のように見え、1988年にユネスコ世界遺産に登録されました。またその背後にはヒエラポリスという都市遺跡もあるので、それらも合わせて立ち寄っていきます。ヒエラポリスは紀元前190年にペルガモン王国のエウメネス2世によって建設された都市になります。保存状態が非常に良いローマ劇場や建築物が残っています。ヒエラポリスもパムッカレの石灰棚同様に1988年世界遺産に登録されています。正面に見えてきた白い壁みたいなのがパムッカレの石灰棚です。駐車場はまだ奥の方にあるみたいなので、このまま走っていきます。駐車料金は45リラでした。こちらの窓口でチケットを購入します。入場料は30ユーロでした。まずはパムッカレの方にバスで向かいます。歩いて行ってもいいのですが、また駐車場に戻ることを考えると、ここで少しでも時間を節約しておきたいと思います。古代の遺跡群が見えてきました。パムッカレの石灰棚にやってきました。石灰棚を歩くには靴を脱いで素足にならないといけません。ということで靴を脱いでいきます。早速石灰棚を歩いているんですが、ゴツゴツとしていてとても痛いです。足裏のツボをマッサージするよりも痛いかもしれません。歩き方もひどくへっぴり腰になってしまっています。パムッカレは活断層帯の上にあります。地下深くで温められた炭酸カルシウムを多く含む温泉水が湧き出し、まず空気に触れ二酸化炭素が抜けていきます。
さらに炭酸カルシウムが沈殿し石灰が固まるという一連の流れを数万年単位で繰り返しています。水は常に流れていないと白さを保たないため、現在は人工的に水流を管理しているということです。石灰棚の長さは約 2.7km、 高低差は約 160m、 湧出温度は約35度前後となっています。ヒエラポリスミュージアムはローマ時代の大浴場跡地です。ここは主にヒエラポリスとその周辺地域から出土した石棺や心臓、彫刻が展示されています。こちらは文字通り表出土品が展示されています。コインや指輪、装身具、小型の陶器を中心に展示品を見ることができます。ではヒエラポリスの都市遺跡を歩いてみましょう。ヒエラポリスは紀元前190年のペルガモン王国まで遡ります。プルトニオンは別名冥界の門と呼ばれています。プルトニオンは有毒ガスが噴出する洞穴で、古代では冥界の入り口と信じられた宗教施設でした。ここに入った司祭がガスを少量吸ってトランス状態のまま神のお告げを与えていたと言われています。現在もガスは完全に止まったわけではなく、自然現象として出続けているため、一部立ち入り制限がなされています。古代劇場にやってきました。建設されたのはローマ時代の1世紀から2世紀頃で1万5000人を収容できました。ローマ劇場は半円形で石材の反響や背後壁で音を反射するためマイクなしで声が届く設計になっています。アルカディアネストリートはヒエラポリスを南北にまっすぐ貫くメインストリートです。長さは 1km、幅は約 14m、両側には中楼が並んでおり、石畳の舗装になっています。ローマの都市らしい幾何学的で威厳のある眺望です。ラトリーナは古代ローマの公衆トイレのことです。横一列の石ベンチで足元に水路があり、常に水が流れていました。フロンティヌス門はヒエラポリスの北側の石造りの門です。建設は紀元後1世紀後半、ローマ帝政期ですが、西暦60年の大地震の後に再建された可能性があるということです。メザールは墓地のことで、長さ約 2km、母数は1000以上でローマ時代最大級の墓地と言われています。ヒエラポリスは温泉療養都市だったのですが、多くの人が病気の治療や湯治目的で訪れ、そのまま亡くなる人も多かったため墓地が巨大化しました。ハマムバジリカは浴場施設です。
ここには豊富な温泉水を使った冷水室や温水室、熱水室を備えた本格的なローマ浴場がありました。後にキリスト教の時代になって浴場の一部が改修され、集会・宗教空間へ転用されていきました。さて、これで本日の予定は全て終了です。これから本日宿泊予定のホテルに向かいます。到着しました。いわゆるホテルというよりも民泊といった感じでした。個人の自宅を一部ホテルにしているみたいで、親切な老夫婦が管理されてとても快適でした。夕食はホテルから徒歩10分ほどのパムッカレ正面にあるレストランにしました。まずはビールを注文します。店員の方がとてもかっこよくビールをついでくれました。やはりビールはいいですね。メイン料理が到着しましたが、すでにビールは飲み干してしまいました。ということでビールを追加注文です。2杯目の乾杯です。いただきます。こちらのレストラン、超おすすめです。レストランからホテルに向かう帰り道、どうもどこかで見たような看板を見かけました。